パッパラッパッパラッパンパッパッパラッパン。 Welcome to 皆さんこんにちは。ジュニアはさ3種類あるじゃない。マジで？あの時まだ入ってなかった。何回やってんだよ。でもいけんじゃないですか。レイヤーとか感づきそう。それがなんかお前何言ってんだよ。どうもセブンメン侍で明日天気になれ。す。今回の企画はですね、なんとラジオ企画でございます。わら。優しいね。僕たちがこのトークだけでこの皆さんを楽しませていこうじゃないかということなんですけども、ルールとしては突っ込むのは OK、ただし、ラジオなんで喋りがかぶっちゃうみたいな、クロストークしたのよね。クロストークみたいなのは避けながら人の話を広げてこういくと、お互いにちゃんと会話をし合いましょうと。はい。まあでも我々ね、MC でもクロストークしまくりですからね。そうですね。クロストークは僕たちの醍醐味って言っても過言ではないから。クロスの侍ですからね。そうそう。これが持ち味です。一本あんま俺ら苦手だな、多分これ。無理だ。俺らは。だからこそ今回これをやることで身につくかもしれないから。そうだね。ではちょっと始めていきたいんですけども、僕らのちょっとタイトルを決めない？あ、ラジオ。ラジオのタイトル。セブラジでいいじゃん。セブラジで。ストーンさん丸かぶりやん。ストラジと一緒なのよ。でもかぶせたらさ、もうストーンさんいるから。やっぱでも。もうこの時点で来ねえよ、オファー。頑張ってよ。いやもう絞ろう。セブラジでいいんじゃない？セブラジでいい？セブラジで。セブラジでいいか。セブラジでいいでしょ。アンパイで行こう。アンパイで。セブラジでセブラジ。サムラジなんじゃない？サムラマで。そう。セブラジ。黙れ。サムラジで。はい、ということで、僕たちのラジオの名前をですね、ちょっとストラジさんにあやかりましてサムラジということで。ありがとうございます。ジェシー君とかも見てくれるでしょ。なんでその投げやりなの？ストーンズの皆さん見てくれるでしょう。じゃあ早速いきたいんですけども、最初のテーマはですね、こちらです。それぞれの入所時期と同期たち、これについてちょっと最初はね話していこうかと思うんですけども、はい、おはようございます。よろしくお願いします。ミッション、ことわざを入れながら話す各トークテーマの中で最低1回お願いします。またこのパターンのやつですか、これ今回。必ず1回。そうです。やっば、マジで言ってますよ。これ全員やるの？はい。俺だけ。奇想天外な行動をしがちと多分思われてると思うんで、できると思います。でもいけんじゃないですか。多分バレないと思うんです俺。レイヤーとか感づきそう。それ以外はみんななんかお前何言ってんねん終わりそうですけど。これむずいでしょ。始まってる？これもう始まってる。いやちゃんとなんかオープニング作んないとダメじゃん。そうだ。最初オープニングちゃんと作って。はい。パッパラッパッパラッパンパッパッパラッ Ladies パ and ン。 gentlemen, welcome to 皆さんこんに Samuraji。ちは。やってまいりました。お前も英語で言うんだよ。いや俺何通訳？そう。もう一回海外にも。もうちゃんとやってよ。もう一回。せーの。パッパラッパッパラッパン Ladies and パッパッパラッパン。皆さんこん Welcome に to ちは。 Samuraji。やってまいりました。Now let's start。私は I'm。キャラメルポップコーンが。いやその先動詞が英語が動詞が先なのよ。もう一回文章を言ってくれよ。最初からだこれ。はいもう一回最初から。もういいよ、早く本題入ろう。本題に。さあ、最初のテーマはこちらですね。それぞれの入所時期と同期たち。ってことで、じゃあ今回この入所順でいきましょうかね。そうですね。そうですね。となると僕なんで、じゃあ僕から行かせてもらいます。最初はレイヤー僕中村玲也は2009年10月3日。10月3日なんだ。10月3日、ついこの間11年目で、同期はハイハイジェッツの水木ですね、井上水木。ああそこになるんだ。知ってるよね絶対。でももう10年11年の中だからもうベテランよ。人生の半分くらいはもう事務所にいることになりますね、なんだかんだ。だからもう半ジャニでしょ。
ハンジャニこれが俗に言うハンジャニ。俗に聞いたことないぞ患者に。でも今でも一緒に活動ね。そう、この間もね YouTube お邪魔したりとか一緒にこう仕事ができてるのは嬉しいことですよね。そうですよ。嬉しいことです。リンネか、ここが曖昧なんだよね。そう曖昧なんだよね。偉いしこっちでいいんじゃない？ああ、じゃあ偉いリンネ君の方。リンネははい私菅田リンネの入所時期と同期たちはまあトライビスジャパンの松田元太とゲンタか。シーズンの松島壮君の記憶リンネの中では当時なんか100人ぐらい集められてた午前の部と午後の部で ABC パターンに分かれてて A にその玄ちゃんとかいたの覚えてるもんリンネ。オーディションのやり方って本当時期によって違うよね。違うね。どういう感じだったリアさんは？俺ただ100人ボーンっていて、そこから俺と水木2人だけ。あ、そうか2人だけって言ってたね。形だったから、でそのまま取材してすごいね。その日にグループ決まるみたいな。言ったらエリート組のエリートの A だった。エリートコースだね。人だね。そうかもしれない、入り方で言うと。だから多分俺はコンサートジュニアとかのオーディションでさ、結構どっちかっていうと踊れる即戦力がある子を使いたいじゃん。すぐにライブがあるから。だったら絶対受かってなかった、逆に踊れなかったから。でも時期によってさ違うのかもね。撮りたいジュニアの子っていやもしかしたら違うよ、多分コンサートの時期踊れるのか。そうだよね。バナナさんはだから一緒でしょ多分そういう感じでしょ ABC パターンみたいな。俺はその3人ぐらいに分けられて、次も呼ばれるけどいい位置にはいないとこを、そっから5年ぐらいずっとそのままだったから。まあでも培ったものは大きいですよ、そこで。同期は誰？俺はあんま分かってないんだけど、でもそれこそその多分リンネ君が一緒だから、じゃあ玄ちゃんとかとも一緒なのか。あんまり同期が誰っていうイメージがなくずっといたから、キング&プリンスのキングの3人とかどっちかって言ったらその歴だけで見たら後輩みたいな話になったけど、それで要はそのくんづけとかじゃなくタメ語で話したりっていうのはもうなんか考えられないんだよね。なんか今度さちょっと言ってよ。キング&プリンスカイトとか言って。カイトーとかショーとかちょっと言ってみてよ。ちょっと今練習してみよう。太鼓をちょっと書いてたと思って。見えないから無理でしょ。あ、やめろ。わかんないよ、見えるかもしれないじゃん。じゃあちょっとなりきってみて。じゃあちょっと気持ち。じゃあ俺コンサートに入ってきた点にする。おはようございます。入ってるから入ってるから。バザーおはよちょっと待ってストップ。バナに違和感よりこっちに違和感があって全然いけるかもしれない、もしかしたら。違う。いやもう今のは矢花といけるかもしれないふざけた太鼓が喋ってたからもうカイトでもなんでもない。いやでもここで矢花がなんかタメ語で話してたら嫌だ。ちょっと気持ち悪い。なんかね。ショーとかの方が違和感あるかもしれない。確かに。ちょっと一回やってみたら、翔くん。じゃあで、俺が翔くんやればいい。うん、そうそうそう。勝負もできる。できる。全然できる。誰でもできるんで。じゃあお願いします。平泉聖おい、ま邪魔すんな、お前。あ、ごめん。おはよう、ジョーどうしたん今日。おはよう。なんか声の調子めちゃくちゃ悪くない？大丈夫？いつもこんな感じだ。いつもそんなんだったっけ？これ放送された時の帰り道気をつけて。電車マジ気をつけ電車マジ気をつけた方がいい。いやいやもう今こんなの相手だったけど、やっぱカイトくん翔くんって呼んでるのをカイト翔って呼び捨てはもうできないよ。なんかもう絵に描いた文字みたいな。と思うんだけどな、俺は。でも高さんも近いよね。ちょっと待ってちょっと一回調べて。でもあれじゃないマジごめん本当に自分の入賞日忘れちゃったちょっとプライベートの携帯出さないでもらえますちょっとね2011年の8月27日に入った。東京ドームでやったっしょ。じゃあ9年今。 9年だね。意外ともう俺も本当人生の半分近く半ジャニもうすぐ半ジャニだからオーディションはどういう感じだったの？雰囲気は。ダンスしただけだね。同期は同期がマジで誰もいない。それはどっち？じゃあ一人だったの、オーディション。違うの多分俺の時の倍率1倍じゃないのまあ何人かさ残るじゃん。で多分その時2人しか残んなかったのかな。でまあこういろいろあって、まあ、今もう誰もいない状況。全くダンス踊れないからさ、振り付け師さんに、結構早いじゃん。オーディションの時も覚えるスピードがみんな今と変わんないよね。そう早い。でなんか入ってオーディションの時に振り付け師さんがこんな速さで覚えられなかったらジュニアになんかなれねえよってボソって言ったのを聞いて、あ俺もジュニアになれないんだと思って、当時こうさサッカーもやってたからもうサッカー頑張るかとか思ってたけど、なんかそのサッカーのさ有名な選手のペレっていう人がエブリシングイズプラクティスっていうこう全てはね練習だよみたいなこと言う言葉があって、でそれを胸に秘めてダンス頑
頑張って今ここにいたかったですお前ありがとうございますオーディションの時にここにペレがいたんだそれどころじゃないはずなのにこうやってペレサッカーの王様ペレがここに余裕があったんだね。まあでも確かにさ入るのも大変だけど続けることもね続けるのもやっぱさこう最初踊れない中でさ、みんな踊れんのにずっとやるのに一番入りたてが実は一番きついじゃん今みたいに映像もらえるわけでもないしさそこで覚えられなかったら本番できないよね次はでもコンピーだよね。コンピとカツキどんくらい離れてんの俺は2012年2の年なんだ6月3日ほぼ1年すごい離れてるイメージあったけど意外と1年1年コンピ同期多いっしょ俺同期多いね。和田、松井、あと川崎でしょ。後期。あと元井もそうじゃん。バサ映画そうバサ映画もいるでしょ。コンピは半ジャニじゃないのまだ半ジャニじゃないから。何年目？俺はもう8年。あ、じゃあまだだね。まだかコンピのオーディションのあれはどういう感じだったシステムはオーディションはでも昼と夜で分かれてやっぱ分かれてるねそこはあ分かれてんのそんなのあったっけそんなあるんだ昼と夜で分かれてたよねなんで全部知ってんのってかそうだったからいいねあそういうことなんか全部のオーディション網羅してるからでもさリたちそのオーディションの時前で踊ったこととかないそれこそ俺はあの時だジャパハイの時神宮寺とか勝利が入ってくるオーディションの時前踊ってた前で踊ってどういうこと？なんかそのオーディション振付師だけじゃなくてジュニアとして人数が多いから教えるっていう見えないからそう先生の代わりに松倉君とかいたもん。そうそう俺の前に。でレイヤーが前に踊ってたの。そうでも俺覚えてなかったから俺は最初にそのリンネ君たちと同じ11年で受けた後にそこから1年間コンサート出なくってここのオーディションも一緒に受けてるから、経験してるもん。リンネ実はカツキのオーディションも一緒に受けてるあそうなんですか。リンネもキスマイのデビュー前のオーディション受けてる計2人は何回ぐらい受けたことあるリンネ2回オーディション受けて2る回か俺多分4回ぐらいベテランじゃないベテランって何回も名札つけたもんつけたねオーディション生はみんなこう名札が置いてあるんだよねで名札を持ってこうレッスン着にここにこう安ピンでつけて、なんかさ太閤のその写真あるよね佐々木太閤って言ってる写真あ、そう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 。今残ってるよねあれめっちゃ可愛いんだけどみんなのさそういう写真とかいずれねどっかにあるじゃんデータであったらおもろいのにねだから俺4枚あるはずだからそうだよねまあ俺レベルだともうないんだけど。顔パスで俺覚えてんのは昼にやったのよ俺。で昼やったんだけど夜まで残されたのよね。でそのままサマリーのあリハ。ある意味あの年のエリート組に入ってるそうですね。俺はサマリー出れなかったから出れなかった人俺出れなかったからそれ練習はしたよこうやってサマリーやったけど俺は出なかったからそうだよねあの時のサマリーってさ本当なあれだよねそれこそ今キング&プリンスの神宮寺神宮寺とかさ岸とかもいた岸君も元気くんもいたもん隣の隣の方にいたわで俺は海パンジュニアやってました。そうなの伝説の海パンジュニアやったことあんの俺もあるよだって3公演やったからね。ハイパージュニアない俺ないハイパー恥ずかしいよなあれいやマジで恥ずいのよ。思春期だからね中学生なんてあそっかでそんな2012年からちょっと間を置いて俺は2015年のさっきじゃん、ねさっきじゃん5月2日でね。2日。そう。で同期が今のハイハイの高橋優斗と、あと岩崎大将、あとラウール、あと黒田くん、少年忍者かな。すごいねなんか豪華な顔ぶれだねでしょ。それどういう感じだった豪華なのよ。2015年。どういうオーディションゴールデンウィークの前日に連絡が来てたから旅行とか行こうとしてたから多分みんな気づかなかったらしくて加工史上一番少なかったみたいな。ちなみに僕はその中にいましたまたえそうなのマジであの時まだ入ってなかった何回やってんだよ。いやだからジュニアはさ3種類あるじゃないエリートで行くこと定期的に呼ばれること何回もオーディションに混ぜられること俺その枠知らなかったそれは知らなかったんだよいたっけあん中にそういう場合ってさまた履歴書送んの？送る子もいるし呼ばれて行ったらまた名札があってゴールデンウィーク予定なかったのねじゃあ山野何にも言ってなかったじゃあさもう入所日そっちでいいじゃんそっちでよくねなんでその中にすんだよもう入ってるよ入ってないお前あんまり図に乗るなよマジで。それまではちゃんとずっと出てたからいろんなコンサート一番最新の更新日が2015年でしょ。お前何先輩面してんだよ。
したことはないでしょ。最後にこれを持ったのが2015年ってこと。だから太鼓の15年以来は名札ないですね、呼ばれても。ちょっと待って、すごい。だってここもここもここもオーディションいたってこと？そうっす。めっちゃおもろい。めっちゃおもろいやん。中さんとレイヤ君以外のオーディションには俺一緒にいたから、本当に。すごい泥臭くジャニーズに入られたんですね。そうだ、彼の時はね、やっぱ過去いっぱい参加してますけど、結構なんか下物のやつがやっぱ多かったよね。ちょっと特殊な空気だった。もう雑誌の方とかがもうオーディションにもう来てて、人によってはもうその日にもう雑誌に出るのが決まってみたいな。すごいね。でもバナさん、なんか多分ジャニーズでもさ、こうオーディションを語れる人間ってあんまいないと思うよ。いや、そうもう3回語れるわけでしょ。あとちなみに俺はこれ呼ばれてないから、雑誌。いや、オーディション受けた時間で言うとどんぐらいあるの、期間っていうか。だからすごいもう俺1時間半で終わったから、オーディションは。どこまでがオーディションかわかんない。結構さ、なし崩し的にもう先輩のコンサート出ますってなるさ場合もあるじゃん、だんだん人数減ってって、じゃあ君たち何日出るからって言われるパターンも、本番に出るまでの日数で言ったら丸2ヶ月分ぐらいはオーディションに行ってる計算になる。最初のオーディションがいつ？まだリンダと一緒に2011年の2月2月で、最後がで最後が2015年。まだまだ子犬じゃんじゃん。あれが4年間くらいオーディション受けてんだ。オーディションで呼ばれない時もあってオリンピック分くらいオーディション受けてすごいよ。確かに。いやいや、オーディションってさ、何段階もあるじゃん、やる子によっては。1日目2日目で人が減ってく子もいるしさ、それも違うから全部経験してんだよね。だからなんかいろんなバリエーション見てきてね。俺なんかテレビ呼ばれんじゃない？面白いね。これ憧れるよ。これからジャニーズ入りたい子とかにさ、そうだね、矢花がさ、4回受けた矢花が語るジャニーズオーディションの術みたいなさ、もう動画出しちゃえばいいじゃん。意外と面白いね。意外と話せたね。濃ゆいね、なんかこういうね。面白いね。面白い。こんな広がるんだ。盛り上がって。いや、すごかったな。100人ぐらい集められてさ、午前の部と午後の部で。練習はしたよ、こうやって3までやったけど俺は出なかったね。まあ関西から入りたいなとは思ってたけど、で俺も入ってみようかなって思って送ったら今に至るね。ジャニーズの英才教育みたいなのも受けてて、醍醐味、今回本当の理由だから、ここだから。そのなんかこの頭いいよっていうこれはリンダの個性。近い先輩で言うと、俺ジェシー君好きなの。近くね世代がね。そういうことね。年で言うとなんか年だって2個ぐらいしか変わんないんだよ。2個しか変わんないの。こっちなんて1個しか変わんないから。はい。どうしたらその差が生まれるの？いや、やめようやめようやめよう。ね